262の法則的な感じになるんですけど、はい。三角関係がうまくいくと、はい。よく社内で確かに言ってますね。三角関係ですか？今までは必ずそういうチームは結果を出してきました。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いします。はい。今日ちょっと森社長にお伺いしたいのがですね、アップルさんで今までチームが大きな成果を上げた時に、チームのメンバー構成にどういった特徴とか役割分担があったのかなっていうのをちょっと知りたいんですよ。チームが成功の鍵となった理由もちょっとその辺も踏まえてちょっといろいろとお話をお伺いできればなと思っております。成功したチームにこういった特徴があるよみたいなのってなんか具体的にありますか？役割分担はちゃんとできてますよね。基本やっぱりそのメンバーが集まると262の法則的な感じになるんですけど、はい。バランスと言ったらいいのかな。なんかそういったことがやっぱすごく大事かなと思いますけどね。262の法則。要はチームが集まるとですね、人がはい例えば仮に10人集まったとして、はい。高い成果を出す2割の人と、はい。反対に成果という意味ではあんまり出さない2割の人、はい。そのどちらでもない真ん中の6割の人みたいな。は自然とやっぱこうなるんですよね。いはい。これが逆に言うとちゃんとハマるときがいいですよね。要は結局、できる人集めてもできない人集めても、仕事の成果ってある程度数字も出ちゃうし、どうしてもこう、勉強もそうですけど、順番がついちゃうじゃないですか。それをこう、だからこう262にはどうしてもなるわけですよ。上の2割だと思って全員集めてきても、そのチームの中でそうなるし、下の2割の成果出せないねっていう人をこう集めて、チーム作ってもまたその中で262みたいになるし。結果でもそうなるんですけど、そのバランスがいいところですかね。バランスがいいところ。なるほど。サッカーとかによく例えて僕が言いますけど、やっぱ監督とエースストライカーとミッドフィルダーの絶対的信頼があるキャプテンみたいな。わかりやすい。なんかやっぱりこう、三角関係がうまくいくと、よく社内で確かに言ってますね。三角関係ですか？だから今ので言うと監督、エースストライカー、キャプテンですよ、ね。この三角がうまくいったら、あとはうまくいく。そこにだから個性がある、例えばいつも僕が言うバカアホみたいなやつとか、能力は高くないけどなんか何にも文句言わず、要は成績だけ見たら下の2割だけど、でも逆にその人は何も文句言わず地味なことちゃんとやってくれる人とか、あと、能力はすごい高いわけじゃないんだけど気が利くすごい細かいことにできる経験豊かな人とか、こういう個性がこう組み合わさるとめちゃめちゃいいんですけど、まずそうですね、1個目のポイントは三角関係。三角関係がうまくいったら割とうまくいきますよね。面白いですね。チームの人数にもよると思うんですけど、結局チームの人数が増えるってことは、仮に表面上1個のチームだったとしても、その中でやっぱりこう小さい集合体、小さい集まりの集合体、コミュニティな集合体なので、例えば1チーム仮に10人みたいな手で考えたときには、圧倒的にやっぱりその上の3人の三角形がすごいうまくできれば、ほぼうまくいきますよね。その三角関係のリーダーとかの役割、主な役割っていうのはどういった部分になりますか？その三角関係で、誰がどの役割でもいいと思うんですよ。なるほど。3つちゃんと回ってればいいと思うんですけど、1人はやっぱ絶対的リーダーですよね。絶対的リーダー。なんかこれはイメージで言うと情熱タイプとかで、アクセルをガンガン踏もうとする人。もう1人はなんか軍事的に、やっぱナンバー2的というか、情熱を理解できる論理が。3つ目はやっぱエースストライカーです。エースストライカー。なので、監督、キャプテン、エースストライカーっていうと分かりやすくから言ってますけど、とにかくこの中で1つ目絶対的リーダーと、2つ目がその軍事的な情熱を理解できる論理型と、でやっぱりエースストライカー。能力が高くて業績出す人ですよね。これが割とポジティブな人。みんなポジティブでなきゃいけないんですけど、この3つの役割がちゃんとこううまく歯車、その三角関係で関係性がいいとか、協力関係できてるとか、そういうのできると、もう大体その人は OK ですね。成果出ますよ。やっぱりうまくいったチームとかを見てると、必然的にもなんかそんな感じになるし、そうですね。
この中でも特にこの人はこのタイプはいないとチームとしてはそれやっぱ無理だよっていうと。なんか絶対的っていうと、なんか皆さん多分そのリーダーシップバリバリのザ・リーダーみたいな人も思い浮かべるかもしれないですけど、なんか僕が言う絶対的リーダーって、絶対的信頼があるリーダーみたいなことなんですね。だからそれって一つは、例えばなんかこうルーキーズで言ったら川藤監督みたいなのが、絶対的リーダーで多分思い浮かべる人も多いかもしれないですけど、別に安西先生タイプでもいいですよ、スラムダンク。とにかくその絶対的に信頼をされるリーダーが最もやっぱ重要ですよね。能力が高い絶対的リーダーとかじゃなくて、絶対的信頼されるリーダー。あなたがトップです、あなたが監督ですみたいなのをちゃんとみんな認めていて、あなたにちゃんと信頼を置いてますよと。その人がだからその情熱を持ったアクセルを踏めてれば、一番理想かもしれないですけど、でも逆にこの絶対的リーダーの人が情熱を理解できる論理型の場合だったとしたら、逆にその原始的なナンバー2って言った人が全く違いますけど、情熱持ってめっちゃアクセル踏む人でもいいかもしれないし。そっかそっか。でも絶対的信頼リーダーは、別にそのアクセルを止めるわけじゃないんですよ。ブレーキじゃないんですよ。脱線しないように、一生懸命こう仕組み作っていくみたいな。とにかくそういう感じで、一つは情熱があってアクセルをガンガン踏む人、二人目が情熱を理解できる論理型、三つ目がとにかく結果を出す能力高い人、こういう役割の人が3人がちゃんと良い関係の三角形を作れたら、そのチームはほぼうまくいきますよ。なるほどね。ありがとうございます。他にこういうプレイヤー欲しいよねとか、成果を上げた時にやっぱ必然的にいたよねみたいな人とか。やっぱりバカはいますよね。ムードメーカー、出た。あとやっぱ能力は高くないけど何でも文句言わずやってくる人は結構重要ですよ。貴重ですね。そういうタイプ。バカ、ムードメーカー。これもやっぱり結構マストで必要ですか？こういうタイプの人も。さっき言った三角形がマストですけど、いるに越したことないし、いた方がいいですよね。能力は高くないけど何でも文句を言わずやってくれる人。結構いますよ。でもそういう人はやっぱあんまり評価されないから、なんか日陰に隠れちゃってるパターンが多いですけど。なるほど。でもそういう人本当必要ですよね。イメージで言うと、バンバン営業でみんな取ってくるんだけど、みんな取ってくるのはいいけど、細かいところが苦手で処理がすごい苦手だと。それちゃんと処理してくれる人みたいな。なるほど。営業事務みたいな。細かいところに気がついてちゃんとやること抜けない人みたいな。こういう人は必要じゃないですか。営業でバンバン取ってくる人ばっかりいても、今度逆に問題もいっぱい起こっちゃう。確かに。あとはやっぱりそのどっちかってアクセルとか勢いつけるためにやっぱ若い人が結構必要なんですけど、若い人だけでもやっぱりダメで、その中にもやっぱり気が利く経験豊かな人みたいなのは確かに。ちょっと年いってちょっと動きは遅いかもしれないけど、でもちゃんと細かいところ気がつく経験あるみたいな人。なるほどなるほど。ありがとうございます。サッカーで言うならば、いつも言う通りフォワード、名フォワードをね、11人取ってきても強いチームにはなりませんよって言ってるのと一緒ですし、ディフェンダーばっかり11人揃えても点取れないし、バランスよくやっぱそこはいるべきですよね。いや、間違いないな。それも262も置き換えても、ちょっと違う表現の仕方ですけど、例えば前の2を仮にフォワードだと考えた時に、フォワードがガンガンいってくれれば、前線を押し上げられるわけですよね。前線を押し上げてるってことは真ん中の6がより高い位置になるので、結果出しやすい。後ろの2もちゃんとプレスできるというか、前側に寄せられるというか、ポジション高くできるじゃないですか。そういう感じが理想っちゃ理想です。なるほどね。サッカーに置き換えるとすごい理解できますね。それが監督に対してやっぱ絶対的信頼がないと、基本ね、言うこと聞かないとか、作戦全然無視するとか、練習目にやらないとか、そういう風な感じで絶対的な監督、優秀なキャプテン、ミッドフィルダー、抜群に業績が出せるエースストライカー、この3人がうまくいれば最低限、うまくいきますよね。ありがとうございます。組織力を飛躍させるメンバーとして、まずはやっぱ3人重要だと。リーダーとナンバー2とエースストライカーみたいな。この3人が3つの役割をし
しっかりとやりながら、この3人がうまい協力関係性すごいいいというところを作れれば、チームとしては結果が出ると思います。今までは必ずそういうチームは結果を出してきました。ありがとうございます。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。ぜひ、いいねやコメントをお願いします。